レタスを一玉丸ごと使うスープです。皆さんこんにちは。ダイエットしたいけど続かない、そもそも料理が下手で味付けがうまくいかない、仕事から帰ってきてからは料理する時間も気力もないという方におすすめの食べるスープをご紹介いたします。このスープはレタスを一玉丸ごと使い、パクパクと食べられ、食べ応えがあってダイエットにも効果的なスープですよ。ダイエットを何度も繰り返しても痩せられないという方は、それはあなたの意志が弱いからではありません。ビタミン、ミネラルなどの栄養素が不足しているからかもしれませんよ。この汁には水溶性の栄養素がたっぷり含まれています。野菜を汁ごといただくことで無駄なく栄養素を摂ることができます。食べ応えがあり、簡単に作れる上美味しいですよ。痩せたいという方にぜひ食べていただきたいです。最後までご覧ください。レタス一玉は洗って軽く水気を切ってから手で大きめにちぎります。広口の鍋かフライパンに広げていきます。サラダでシャキシャキとした歯触りが美味しいレタスですが、約 95% が水分で、それほど栄養価が高いわけではありません。サンドイッチに挟んだりお弁当の添い物に1枚入れてるだけでは野菜を取ったとは言えませんよね。今日のように一玉丸ごと使うと話は別です。レタスにはビタミン C、ビタミン E、カリウム、カルシウム、食物繊維などがバランスよく含まれています。そして人参やかぼちゃに多いベータカロテンも含まれているんですよ。量を食べるにはさっと火を通すのが一番です。生姜の千切り1かけ分と豚肉の薄切りを広げます。今日は比較的脂の少ない背ロースを使用しました。もも肉の薄切りもいいかと思います。バラ肉も柔らかく仕上がりますが、汁ごといただくスープが少し脂っぽくなってカロリーも高くなってしまいますよね。そして今日はいつもとは異なる水の分量と火加減で仕上げますのでご注意くださいね。いつもの薄口には水が 100ml ですが、今日は水 200ml に薄口醤油小さじ2です。回しかけますよ。蓋をして火にかけていきましょう。そして今日は弱火にすることなく一気に仕上げていきます。全体を中火で加熱していきます。7分から10分で豚肉に火が通ります。そうすれば出来上がりです。豚肉とレタスはポン酢をつけていただき、スープはそのまま飲み干すと味の変化があり、大満足の一品になります。スープにはレタスのビタミン C や豚肉のビタミン B 群などの水溶性の栄養素が流れ出しています。ぜひ残さず飲んでくださいね。私は子供の頃からずっと太っていたので、過剰な食欲といつも戦っていました。その頃は何よりも白いご飯やパンなどの炭水化物が大好きで、野菜をあまり食べていなかったんでしょうね。カロリーは足りているけど栄養は不足していたんです。いつも食べたい、でも太りたくないのこのストレスフルな日々が30代半ばまで続きます。ストレスを感じるとドーパミンというホルモンが多く分泌されます。痩せたいはずなのにドーパミンは食欲を増大させる働きがあるんです。そして最悪なことにストレスがあると満腹中枢を刺激して食欲を抑えるレプチンというホルモンの働きが鈍くなってしまうんです。そういえば太っていた頃は満腹感が全然なくて、これ以上食べると太ってしまうから箸を置くという感じでしたね。今日この簡単な一品から野菜をたっぷり食べる習慣、ビタミン、ミネラル、食物繊維をバランスよくとってついつい食べ過ぎてしまう過剰な食欲とおさらばし、満腹中枢を正常に働かす第一歩を始めてみませんか？最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではファイトケミカルを摂る基本のスープを中心に、毎日のおかずスープで簡単で美味しく楽しく野菜をたくさん摂って腸内環境を整え健康になるお手伝いをしたいと考えています。週に一度動画をアップしていますので、チャンネル登録後横のベルマークを押していただくと最新の動画のお知らせが届きます。見逃さないためにもぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。